今回は PC モニターの話です。トリニトロンにしようか、ダイヤモンドトロンにしようか。古い？皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。YouTuber になって半年が経過しました。そろそろ動画編集も日常生活の一部になりつつある今日この頃ですが、編集効率や環境をもう少し整えたいなと思い、PC モニターを買うことにしました。PC モニター、さてしばらくラップトップとモバイルモニターでやっていたので、何を買ったら良いのやら。ブラウン管の時代は7を。今では映像ですね。のディスプレイさえ買っておけばとりあえず問題なしという時代がありましたが、現在ではもう違いますね。さて、どんな大きさの、どんなスペックのモニターを購入すればよいでしょうか。まずは設置方法。机に置くのか、モニターアームにするのか、あとはマルチモニターにするか。設置できないものは買っても困るだけですからね。どんな風に使うかイメージを作ります。私は机の上に直置きしようと思います。机の幅は140センチあるので、これに収まるサイズですね。あとは PC スピーカーがあるので、それを塞がないようにしたいものです。それから用途、ゲーミングなのか、仕事用なのか。最近では解像度を下げて、リフレッシュレートを上げる二刀流モニターというものも存在しますが、私はそこまで PC でゲームはやらないので、通常のもので良いかと考えていますが、映像は綺麗に表示させたいですね。さあ、あとはスペックですが、スペックについては彼にお願いしましょう。ガジバジくん、説明をお願いします。OK だ。モニターのスペック説明だな。まず、画面サイズは様々あるんだけど、実は27インチが最適と言われているんだ。理由は、作業効率向上と没入感を両立する絶妙なサイズ感、それが27インチなのだそうだ。視線移動が多すぎず、机に置きやすいバランスが仕事から趣味まで幅広く対応できるから人気みたいだな。ちなみに、最近は画面がカーブしている湾曲モニターもあるけど、こちらはゲームの没入感や視認性向上に優れる一方、画面用意しやすい、イラスト、動画編集の直線描写が歪んで見える、価格が高い、などのデメリットもあるから注意だ。仕事やクリエイティブ用途なら、平面が無難だと思うぞ。続いて解像度。解像度というのはドットと呼ばれる点の数だ。この点が多ければ多いほど、精細な映像表現が可能なんだ。このドットが画面上にどれくらい並んでいるかを示すのが解像度なんだ。気をつけないといけないのが、ドットの数が多いほど解像度は高くなり、画像は鮮明になるけど、その分表示される画面上のアイコンなどは小さく表示されてしまうんだ。解像度は価格にも影響するから、高すぎるのも考えものだな。一般的には、24インチならフル HD、27インチ以上なら WQHD が作業領域と文字の視認性のバランスが取れた最適解と言われているぞ。マルチタスクや高精細な映像を求めるなら 4K が快適で、コスパを求めるなら WQHD が人気みたいだぞ。次にリフレッシュレートだ。リフレッシュレートとは1秒間に画面を何回書き換えできるかを示す性能のことで、単位はヘルツだ。数値が高いほど映像が滑らかになり、ゲームや高速なアクション映像の視認性が向上するほか、目の疲れを軽減する効果があるぞ。そして応答速度。応答速度とは、画面のドットがある色から別の色へ変化するのにかかる時間のことで、単位はミリ秒だ。この数値が小さいほど、画面の動きが速いシーンでも残像やブレが少なく、シャープな描写が可能になるんだ。最後に接続端子。せっかくモニターを買っても接続できなければ意味がないぞ。使用している PC の端子を確認しよう。最近だとタイプ C1 本で PC 接続、給電をするスタイルが流行っているな。HDMI よりケーブル本数が少なくなり、モニター側の USB ハブも使えるようになるぞ。なおはもう、どんなモニターにするか、決まっているのか？私は動画編集と視聴がメインなので、そこそこ大きな画面で、綺麗な方がいいかな。ゲームはスイッチ2を接続できたら良いかな程度ですね。そうか。目的が決まっているなら選定はしやすいな。モニターは PC より長く使うことになると思うから、それなりに良いものを選んだ方がいいかもな。じゃ、またな。さて、購入するスペックを決めていきましょう。画面サイズは27インチが良いみたいなので、
27インチにするとして、解像度は 4K がいいですね。小さい文字は拡大表示できますし、スイッチ2はドック接続時に最大 4K、60Hz、WQHD 以下で 120Hz の出力に対応しているみたいです。ということは 4K で 120Hz 対応のモニターなら問題なしですね。応答速度は速いに越したことはないです。HDR を忘れていました。HDR というのは従来の映像技術より広い明るさの幅を表現できる機能です。高精細で鮮明、リアルな映像表現が可能となります。スイッチ2はソフトにより HDR に対応しているので、モニター側も対応していた方が良さそうですね。それからスピーカーですが、私の場合は PC 用にアンプもスピーカーもあるので、モニターにスピーカーはいらないですね。あとはタイプ C 接続。PC が 65W なので 65W 給電ができるものがいいですね。そして最終的に私が選んだのがこちら、デル S2725QC です。この製品は私の希望スペックを全てクリアしています。早速開封していきましょう。うすうす予想はしていましたが、箱が大きくて画角に収まらない。購入は Amazon です。Amazon ではセール品で安いものもありましたが、聞き慣れないメーカーのものもあり、無難にデル製を選びました。まず出てきたのはアクセサリー類ですね。これは電源ケーブル、それからバックパネルの蓋、そして土台ですね。かなりずっしりしています。タイプ C ケーブルが入っていました。かなり太くてしっかりしたものです。これはモニター背面の固定パーツですね。それから高さ調整可能なポールです。ケーブルガイドもついています。紙類です。クイックリンクですね。QR を読むと製品のページにジャンプし、マニュアルなどがダウンロードできます。裏面には簡単な組み立て方が書いてありますね。これはわかりやすい。それから安全及び認可機関に関する情報です。日本語もありますね。紙類は以上です。そしてアクセサリー類の箱を取り外すと本体が出てきました。保護シートを外していきます。早速組み立てていきましょう。私はモニターアームを使用しないので付属のマウントで組み立てていきます。まずは背面のマウントにポールを取り付けます。工具不要なのはありがたい。手回しできるネジです。そしてポールを土台に取り付けます。こちらも手回しできるネジなのでドライバーは不要です。出来上がった土台をモニター背面に取り付けます。ガチャンとはめ込むだけなのでこちらも簡単です。あっという間に組み立てできました。では電源ケーブルの折れ目を伸ばして本体に接続します。HDMI はそのうち使うと思いますが、一旦蓋をしておきましょう。完成です。では設置していきましょう。こんな感じで設置してみました。もともと 15.6 インチのラップトップ画面と同じサイズのモバイルモニターの2画面で作業していましたが、一つ大きな画面があるとやはりいいですね。作業効率も上がりますし、4K 動画もとても綺麗です。今回購入したモニターのスペックと参考価格を載せておきます。皆さんもモニター購入の検討をされていたらスペック等を参考にしてください。それではまた次のガジェットでお会いしましょう。